こんにちは。さて、皆様はフリーキャドとブレンダー、どっちがいいのかなんていう不毛な議論に一喜一憂していませんか？ UI が使いにくいとか、操作が独特だとか、そんなのは単なる表面上の話です。本質的に知らなければならないのは、そのツールが扱っているデータ構造です。フリーキャドを使う上で避けて通れないのが 3D 空間における究極の二択、メッシュと VREP。この根源的な違いを知るところから始めましょう。例えばフリーキャドでネットで拾ってきた STL ファイルを読み込んで加工しようとしたことはありませんか？フィレットがかけられない、エッジがガタガタ、ブーリアンを実行したらデータが壊れた。多くの人が経験するこれらの問題ですが、そもそも VREP とメッシュというデータ構造の違いが原因なのです。そこで今回は知っているつもりで実は分かっていないメッシュと VREP とは何なのかをテーマに前編、中編、後編の3部構成で解説してみようと思います。ちょっと煽り気味に始めてみましたが、現実問題としてここを理解せずに苦労されている方はかなり多いようです。さて、いつものことですが、その場の思いつきで動画を作っておりますので、あくまで3部構成の予定です。話が混同したり、途中で変更したりするかもしれません。視聴状況が悪ければ中断しますので、ご了承ください。今回は前編ということで、メッシュとは何かについてお話ししてみたいと思います。CAD の世界では、形状を表す方法が大きく分けて2種類あります。一つはゲームやブレンダーなどの CG モデリングツール、そして 3D プリンターのスライサーソフトでよく使われるメッシュ。もう一つはフリーキャドのパートやパートデザインで扱う VREP です。まずはメッシュの仕組みから見ていきましょう。メッシュは三角形ポリゴンの集合体です。ではなぜ三角形なのかという背景から説明します。コンピューターの描画処理は三角形を基本単位にしています。三角形は最小の平面要素であり、どんな複雑な形状でも三角形に分割すれば必ず表現できるからです。そのためゲームやブレンダーなどの CG ツール、3D プリンターのスライサーソフトでは三角形メッシュが標準になりました。CAD の VREP 形状は曲面を数式で扱いますが、メッシュ形状は三角形で近似するという根本的な違いがあります。三角形の集合体であるメッシュは数学的な曲線や曲面は持たず、全てを直線と平面で構成します。そのため見た目を表現するには便利ですが、寸法や幾何学的な関係を正確に保持できません。つまり設計変更や寸法拘束といった CAD 特有の操作には不向きです。メッシュは大きくポインツとファセッツの2つのデータで構成されます。ポインツは XYZ 座標の頂点リスト、ファセッツはその座標を結んで三角形を作るための番号リストです。例えば四角形を三角形に分割すると、頂点リストには4つの座標が並びます。そしてファセッツには三角形を作るための頂点番号リストが四角形を構成する三角形の面2つ分記録されます。画面に表示している通り、四角形は0番目から3番目までの4つの頂点番号が振られています。ここで三角形を作るための頂点番号リストは画面の通り三角形2つ分で、それぞれ3つの頂点が定義されています。では実際にフリーキャドの中身を表示してみると、ポインツとファセッツのデータを確認できます。データがどのように管理されているかイメージできましたでしょうか？メッシュは頂点リストと頂点番号リストを組み合わせて三角形を構成しています。非常にシンプルな構造になっていることがわかると思います。ではフリーキャドで円柱をメッシュ化してみましょう。パートワークベンチで円柱を作成してください。次にメッシュワークベンチに切り替えてください。メッシュワークベンチのシェイプからメッシュへアイコンをクリックします。タスク画面にテッセレーションという項目が表示されます。ゲーム業界や CG 現場ではよく略してテッセレとか呼ばれたりもしますね。重要な機能ですが、一旦気にせず OK をクリックしてください。描画スタイルをワイヤーフレームやフラットラインに切り替えてみましょう。円柱の形状が全て三角形で構成されているのがわかると思います。
ここで重要なのはメッシュには曲面という概念が存在しないという点です。本来円柱の側面は滑らかな曲面ですが、メッシュでは三角形の板を貼り合わせて近い形に置き換えているだけです。先ほどタスク画面に表示されたテッセレーションは滑らかな曲面をどれくらい細かな三角形で再現するか、いわば解像度を決める設定画面です。滑らかさの精度は三角形の細かさに依存します。細かくすれば滑らかに見えますが、データ量は増えます。粗ければ角張った形になるわけです。メッシュの三角形には向きがあります。データ構造の説明で使った四角形をもう一度使って説明します。頂点を時計回りに並べるか半時計回りに並べるかで面の表と裏が決まります。フリーキャドのパートワークベンチやパートデザインワークベンチで使われる BREP 形状では面の向きは曲面の定義に含まれますが、メッシュでは頂点の並び順で決まるという違いがあります。ちなみにフリーキャドではレンダリングエンジンが OpenGL のため半時計回りが表となります。この向きから光線ベクトルが計算されて光の当たり方やレンダリングの結果に影響します。例えば面位置の順番を点0、点3、点2に入れ替えたらどうなるでしょうか。画面の通り面位置が黒く表示されています。これは面が裏返って光線ベクトルが逆方向になり光が反射せず黒くなっています。ポリゴンが正常に生成されていないとこのように黒い面になることがよくあります。面の向きが隣の面とバラバラだったり表と裏の整合性が取れなくなって構造が破綻したメッシュは非多様体や非水密と呼ばれます。さてざっくりとメッシュの利点を3つほど挙げてみます。もうちょっと詳細な話や BREP との違いについては後編で説明する予定です。1つ目の利点は形状同士の強引な合成における安定感です。メッシュの特徴として形状同士を切り張りする処理が BREP より理屈が単純なため力技で成功しやすいという点があります。BREP で失敗するような複雑な結合もメッシュなら計算が足し算引き算のようにシンプルなのであっさり進むことが多いです。2つ目はデータの修復ができることです。メッシュワークベンチにはポリゴン形状を修復するためのツールが用意されています。バラバラの三角形をつなぎ合わせて 3D プリント可能な水漏れのない状態水密メッシュで力技で持ち込めます。これは BREP 形状ではできないメッシュならではの強みです。3つ目はデータの最適化です。3D プリンター用にデータを軽くしたいときメッシュならデシメーション間引きという機能が使えます。これは目立たない場所のポリゴンを優先的に削ることで見た目の印象をできるだけ保ちつつデータサイズを劇的に軽量化する機能です。メッシュ形状が 3D プリンターやゲーム CG の世界で扱われるのはなぜかという話につながります。まとめです。メッシュは点と三角形の集合体で形状を近似的に表現する方法です。曲線や曲面は存在せず精度は三角形の細かさ次第です。次回があれば中辺ということで CAD 設計に欠かせない数学的に定義された正確な形状つまり BREP の内部構造について解説します。それでは今回はこれでおしまい。ご視聴ありがとうございました。